この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃくちゃ綺麗なイラストですよね。北野エコーさんの作品で、タイトル、北野エコセルフ受肉 VTuber。はじめまして、いつも動画参考にさせていただいております。中国の漢服のふわりとした布の表現と光と風の表現を重視して描いたイラストです。キャラクターが淡いピンクの色合いなので、人物側の背景を寒色にして際立たせるようにしてみました。自分の好きを詰め込んだオリジナルデザインなのですが、画力に納得いっておりません。もっと素敵に魅力的にするにはどこをどうすれば目を引くイラストになるのか、アドバイスいただけましたら幸いです。もっと布や帯についている紐を柔らかく、そして質感をさらに表現したいです。それと手を描くのが苦手なので、自分の手を写真に撮ってトレースして描いていますが、サイズや角度などいまいちしっくりきません。自然な手の描き方があればご教示ください。とのことです。北野エコーさん、ご応募ありがとうございます。いや、本当にですね、色が綺麗で素敵なイラストですね。鮮やかで幻想的な雰囲気がすごく伝わってきました。それとキャラクターについても、これだけね、色幅を限定して描くのはすごく難しいと思うんですが、しっかりと透明感がある雰囲気を伝えられていて、そこもね、テクニックを感じます。ただですね、本人も気にされているように、布の質感がうまく表現できていないっておっしゃっているのと、あとポーズについても、特に手ですね。そういったポーズについても、いまいちしっくりきていないような感じをコメントからは受け取れました。確かにね、そう言われてイラストを見てみると、少しね、手の表情が硬かったり、布の柔らかさがもう少しだけ表現できそうだなとも思いました。今回は、ポーズの柔らかさ、そして布の柔らかさ、この2つのポイントに絞って添削をしていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まずですね、ややこしい説明をする前に、この絵を一瞬で少し印象を柔らかくする方法があります。それはどうするかっていうと、今このイラスト、ここのライン見てください。ほぼ垂直にキャラクターが配置されてますよね。もうこれだけでね、ちょっと硬い印象って作られちゃうんですよね。布の描き方とかポーズの描き方とか、そういうの一旦置いておいて、ここで硬くなっちゃうのはもったいないですよね。なので、こうしちゃいましょう。はい。体を傾けちゃいました。少しね、画面の入り方も小さかったので、ついでに大きく配置しております。はい。こんな感じですね。もうこれだけでですね、背中のところの垂直がなくなりますから、なんとなくですが、これだけで動きが生まれて、硬さが取れてしまうんですよ。これはね、ぜひ覚えておいてください。で、ここからが本番ですね。キャラクターのポージングの硬さを取っていきたいと思います。なぜこのようにポージング、硬い印象になってしまうかというとですね、これは一言で言うと、手前に向かう動きと奥に向かう動きを意識できていないからなんですよ。今ですね、上下の動きは意識されているんですが、この上下の動きですね。これではなく、手前と奥の動きっていうのがあんまり意識できていないんですね。これがないとポーズって硬くなっちゃうんですよ。ただね、この奥行きって結構難しいので、ただ何にもなしに手前と奥の動きって意識すること自体が難しいんですね。なのでそんな時には、もうわかりますよね。はい。こんな風に写真を撮ってください。こうやってね、近いポーズを撮ってみると、いろいろとね、わかるんですよね。肘から手までは少し手前に曲げて、画面の手前側に腕を伸ばした方が効果的かも。とか、首はまっすぐよりも奥側に少しかしげて傾けた方が感じが出るかも。とか、そういう上下だけじゃなくて、手前、奥の動きです。これはね、結構写真撮らないときつくないですか？想像だけでは難しいですよね。はい。まずはね、この写真を参考に伸ばしている手を直してみましょうか。はい。
いかがでしょうか。直す前はですね、腕をちょっと上に曲げて、行かないで、みたいな感じを表現していましたが、そんなにね、上に曲げないで、むしろ手前の方に腕を曲げていることを意識した方が、ポーズってね、ちょっと柔らかくなるでしょ。あとはですね、それに付随して肩の動きっていうのも結構重要です。これもですね、写真を撮らないとなかなかイメージだけでは想像しにくい部分です。腕を伸ばすと、ほら、自分でやってみるとわかるんですが、肩ってね、上がるんですよ。この動きと連動しているわけなんですが、それが連動せずに腕は上がっているけど肩が下がっているみたいなポーズをしてしまうと、動きってね、途端に硬くなってしまいます。なので、こうです。はい。肩を上げて腕の動きと連動させてみました。なんかこれだけでさっきよりも動きがイメージできるようになってきましたよね。はい。奥の手を直しましたから、次は手前の腕に行きましょう。こちらはですね、手をグーに近いような形にして、なんかね、思いを閉じ込めているような、そんなポージングになっていましたが、この手以外の要素って、あんまりね、内にこもっているような表現って他にはないんですよね。例えば、目線はまっすぐ手の先を向いていますし、伸ばした手も何かを追いかけるように外に向かっていますよね。そして、スカートも紐も動きがある表情をしているので、このね、胸元でぐっと固まってしまっている左手だけが、ちょっと妙に浮いてしまっているように思うんですよね。なので、この左手にも少しだけ演技をさせてあげると、他の動きとの親和性がアップすると思います。こうします。はい。縮こまっていた指を広げて、同じくね、胸元に手を当ててはいるんですが、指先まで演技をさせてみました。これでね、ほぼ同じ表現ですけど、動きが感じられますね。あとはですね、首、顔の角度もそうですね。これも手前と奥の動きを意識しながら少し角度を調整してみます。はい。顔の角度は少し奥側に向かってかしげて、少しだけ見上げるようなニュアンスを含ませてみました。さらにですね、少し奥行きをプラスするために、髪の毛の髪色も少しだけ見直します。こうします。はい。髪の毛の奥側の髪色を一段暗くしました。これによって、この奥の面とこの下の面、これが見えるようになりましたから、顔が奥に向かって傾いているっていうのがさらに伝わりやすくなるんですね。このように顔の傾きが奥に向かっていることが伝わることによって、腕をさらに強く前に突き出しているような雰囲気が出ますので、待って、私を置いてかないでってね、より強い感情の盛り上がりを表現することができるんです。はい、ここまで聞いてね、勘のいい人は分かったと思うんですが、そうです。感情とポーズ。この2つがですね、パッと乖離していると、このポーズはちょっと硬いなっていう風に思ってしまって、逆にですね、ガッと合致していると、感情とポーズが絡み合っていて、柔らかな表現だなっていう印象になることが多いんですね。ポーズが硬くなってしまいがちな人はですね、このポーズと感情が乗っているかという視点で改めて見直してみると、柔らかなポーズにするためのヒントにしていただけると思います。さあ、次に行ってみましょう。次はですね、布の柔らかさについてです。布の柔らかさ。これね、エコーさんは柔らかく透明感がある布を描こうと思って、うっすらとあまり陰影をつけずに描いていると思うんですが、実はこれ、あんまりね、柔らかいという印象につながらなくて、むしろ陰影はですね、しっかり描いていくことが、布の柔らかさを表現する手助けになるんですよ。もしかしたらですね、って思うかもしれませんが、これはね、証明していきましょう。まずは、白い布の部分です。上半身の部分ですね。ここに影を入れていきます。
はい、腕の部分をはじめ白い布に影を入れました。ほら、どうです？ほらほら。ね、確かに前の方が真っ白い白は使っているんですが、でもね、こうやって影を入れることによって柔らかさってアップしたような感じがしません？はい。さらにスカートの方にも陰影を追加していきます。やっちゃいます。はい。まだ途中なんですけどね、さっきと比べても結構濃い影をのせていってますよね。ほら。でもね、これが効果的に働いていくんです。続きやっていきましょう。はい。布の陰影を追加して、でね、変更前は向こうの風景が透けているような表現があったので、そこだけね、うっすらとレイヤーマスクを使って透かしていきます。はい。こんな感じですね。いかがでしょうか？変更前と変更後。こっちの方がね、布の柔らかさって伝わってきませんか？これなんでかっていうと、シワを描いたからです。こうやって影を入れることによって、シワがどのような動きをしているのか、どのようなシワがついているのかわかるようになるので、シワの形状がですね、伝わるようになった分、ふわふわっとした柔らかいイメージが伝わりやすくなったんですよね。さあ、まだですね、ちょっとこのリボンが硬いので、このリボンについても柔らかさをプラスしていってみたいと思います。はい。リボンはですね、変更前は一面しか見えていなかったので、それがね、硬さにつながっていましたね。薄っぺらいひらひらとしたものなので、裏表も描いてあげることで、ひらひらしたものなんだなーっていうことが視覚的に伝わりやすくなります。これでね、柔らかさがさらにアップしますね。あとですね、ちょっと細かいことなんですが、スカートの模様の入り方。これがですね、最初はこんな風に画面端の方についていました。なので、あんまり目立っていませんので、もうちょっと分かりやすく配置してあげると効果的だと思います。目立つところにこの赤で配置してしまうと目立ちすぎになっちゃうかもしれないっていう心配で、この端っこに配置したのかもしれませんが、こんな時はですね、白で模様を入れてあげてもいいと思います。こんな風に。はい。こんな感じでスカートに対して縦に模様を入れてみました。で、これでもう十分ではあるんですが、さらに動きを強調して画面に柔らかさをプラスすることができます。今ですね、あんまり目立っていませんでしたが、こういう細かいエフェクトですね。これってですね、今ちょっと人物を邪魔しないように小さく配置していると思うんですが、実はこれ逆で、人物を横切るように大胆に配置してあげると、動きがない画面に動きを追加できたりするんですよ。やってみますね。はい。ピンクの花びらをかなり大胆に配置してみました。この時も意識するのは画面手前にある花びらか奥にある花びらかということです。手前の花びらは大きくぼやかして配置しましたし、奥の花びらは手前よりもくっきりと小さく描きます。さらに白い反射した明るい花びらを追加していきましょう。はい、こんな感じ。
手前と奥の花びらを意識しつつ、このようにエフェクトを追加していくと、そこに空間が生まれますから、よりね、舞台を大きく使った空間の広がりがある柔らかい印象のイラストになるんですね。はい。最後にね、仕上げです。はい。白いパーティクル表現ですね。はい。アップにするとね、もともとあったんですが、かなり小さく書かれていたので、あんまり見えていなかったのでね、効果を発揮できていませんでした。まあでも、ここにこんな風に小さなパーティクルが舞っていると、視線がここに引きつけられますから、視線誘導の観点でも効果的ですね。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？まあ、色はね、もともと綺麗だったので、そんなに全体的なイメージが変わったわけではありませんが、この綺麗なイメージのままで柔らかさだけがプラスされたような気がしませんか？どうでしょう？今回のテーマは、ポーズと布に柔らかさを持たせるにはどうすればいいのか解説してきました。はい。ポージングを柔らかくするポイントは、手前に向かう動きと奥に向かう動き。これを意識することでした。でもね、これを頭の中でイメージするのは結構難しいので、こんな風に自分自身で演技をしたポーズをとって、そのポーズを絵で再現するには腕はどういう傾きをすればいいのか、肩はどうか、首はどう傾いているのか観察する必要があるよという話をしました。そして次。布に関しては、これは陰影をつけない方が一見柔らかく見えるんじゃないかと考えがちですが、これはね、意外と逆です。陰影をつけた方が布のシワが表現しやすいので、シワがしっかりと見て取れることによって柔らかさというのは見ている人に伝わりやすくなるよという話をしました。そして最後がエフェクトですね。エフェクトも人物を邪魔すまいと小さく書き入れるよりは人物に重なってもいいから手前と奥とを意識して空間の広がりを感じさせるように配置してあげると画面に奥行きが生まれて縮こまったね硬いイメージというのを払拭できるよという話をしました。はい。今回は硬さを取るというテーマについてお伝えしてきましたが、これってかなり多くの人が抱えている問題なので、分かっちゃいるけどできないんだよ。1個の例だけじゃなくてもうちょっと例が見たいよっていう人もいると思うんですね。そんな人にはこちらの動画、気まぐれ添削45もおすすめです。こちらも合わせてチェックすることで、硬いポーズはなぜ硬くなるのか、柔らかいポーズ、自然なポーズってどう作ればいいのか、より深く理解できるようになるはずです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんぽん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。